皆さんこんにちは。 DK 土屋圭一です。今回は EJ チェンスー版をご覧の皆さんにご紹介したいのはトヨタ86 GT86 です。お手並み拝見しようか。この GT86 を今回はタイムアタックします。ということでゲストです。日本人なんですけれども北京に住んでます。半分半分北京に住んでます、はい、ということで北京でショップをやってます、はい、でこの GT86 を仕上げてくれました。点々です。点々です。EJ チェンスー版の点々です。ね、ありましてどうぞよろしくお願いします。うまいです。うまいですね、うまいね。日本語うまい。はい。ということで、はい。これのスペックは今回GT86 持ってきたんですけれども、はい、もうこれも10年前の車ということで、はいはい、今回この 10年前の時に初めて僕もここの北京に来て、でタイムアタックをして、はい、でやっていったんですけど、まずターボがついてます、ドラストのターボが。であとはそういう駆動系は全部やってるんですけど、もうドッグミッション H の、はいはい、入ってデフと全部入ってる状態です。でちょっとボディはねすいませんワイドボディにはしてるんですけれども、はい、ちょっとAE86 はねちょっと走らすのはもったいないということでちょっと急遽、はい、私の車持ってきました。はい、これは、はい、これの倍以上しますよ、金額は。そうなんです。高いの。これは高いの。ハウグイダいいです。とっても大事なの。だからこれはもったいないから走らせない。で今回は白ひげ社長の GT86 を走らせたいと思います。はい、ちょっと急遽ですけど持ってこさせていただきました。この EJ チェンスー版では、いろんな車タイムアタックしてます。はいはいはい。で点々はね、これが何秒出るか予想してみましょうか。なるほど。1分15。お、1分15。1分15秒って言ってます。彼女は。ほう。どうですか、土屋さん。4秒台。14秒。はい。ということで、はい、中国版ホットバージョン行ってみたいと思います。どうぞ。加油。加油。Hello， 大家好，我是美丽彪。28年前，一个青涩的小伙驾驶4代卡罗拉在真名山上飞驰。28年后，已经成为大叔的他，也在一车金港冲出了174公里每小时的尾速。那来到2号弯，男人也在奇怪，这里的弯速还没有自己的岁数大，只有60出头。但手上的旧车动作仿佛已经形成了肌肉记忆，这不禁让他想起了那年冬天在雪地里的狂奔。但刹车带来的强烈气值又把他拽回现实当中。在5号掉头弯，他还是高估了轮胎的抓地力。在出弯阶段，这台涡轮86的尾巴也直想横着走，男人瞬间就理解了当年秋山社的不易。还没进入6号弯，就又需要踩下刹车，这种先推后甩的设定让男人很不适应。心想自己要是当年开这车，可能他永远不会从乡下回来了。车手心中有了杂念，就会犯下大错。8号弯前轮超过极限，钟离义直呼内行，但他还是迅速收拾好心情，来准备通过9号高速弯。此时青野号召附体，通过精细的油门控制，为最后的3连弯打下了基础。在这一瞬间，仿佛那时的他又回来了。还剩2个弯道，决胜的关键就在于此。男人不停地修正着方向，无视轮胎的尖叫，但就在最后一刻，还是超过了极限。难道多年的职业生涯也让自己对右转有了恐惧？他今天驾驶的是一台超过350匹的涡轮86，尽管轮胎再差，那也要相信力大专飞。可是车辆挂入4档，魏轩冲刺也来到了尾声，最终圈速1分15.49，这辆爆改的 GT86 的成绩，如果放在原厂榜单里，那就是第70名。但既然它改装了，我们就把它放在改装榜单里。在这个榜单里，它排在了第42名的位置上。这么一看来，速度并不快呀，是不是有什么隐情？我们来听听老爷子和牙勇老师怎么说。これなんか噂で聞くと中国で
35GTR と同じぐらいのタイムで走る。そうだったんですよ。それが10年前、あちょうどこれが中国に86が売り始めた時に、はい、ジンガンサーキットっていうところで、はいはい、走ったんですよ。でその時はまだ、もう日本はね先に86出てて、でそれである程度の改造のデータがあったんですぐそれにフィードバックしてやった車です。でまあ今日これ乗ってみたら、タイヤが2015年の古いタイヤがついてる。そうなんですよ。だから嫌がらせのように2015年のカチンカチンのなんかプラスチックみたいなタイヤがついてるんだけど。そうなんですよ。僕もね3年ぶりにちょうど北京に帰ってきて、コロナで入らない。入れなかったんです。タイヤも入らない。タイヤは入ります。タイヤは入る。でもすいません、準備ができなかったっていうのがまず1点ありました。はいはい。それとあとファイナル高いよね。そうなんですよ。ファイナルがノーマルだった。あ、そっか。で前までは4.4 とか 4.5 サーキットによって変えてたのを今回急遽持ってきてくれということで、タイヤが15年でした。申し訳なかったです、いやだからファイナルもさ、そのノーマルに戻してるから2速3速のコーナーで吹けないんだよ。そうですね。こういうサーキットですとね、もったいないよね。もったいないです。だけど昨日持ってきてって言ったから、そんな急には無理なんですよ。すみません。このサーキットに合わせるとしたらね、ファイナルもそうですね。まあ 4.5 とか 5.1 ぐらいでもいいかもしれないですね、この直線ですと。どうでした辻さん、ここのサーキット。いや面白いよ。あ、そうですか。ただここはね、やっぱこうブレーキが信用できるブレーキじゃないとタイムは縮まらない。ブレーキだから重要なのはまずブレーキフルードもうほぼストップ&ゴーだから、止まって加速。なるほど。だから割とね、ブレーキがこのサーキットはすごい難しいと思うよ。そうなんですか。右か左のどっちかに荷重がかかったままフルブレーキングしていかなきゃいけないっていうところが多い。荷重が残った状態でのフルブレーキ。だから1、2コーナーなんかがそうですよね。ここミニ鈴鹿みたいな。そうですよね。鈴鹿の1コーナーね、こう入りながらブレーキングしていかないといけないから。なるほど。あとは1、2コーナー過ぎて S 字で G が残ったままヘアピンでフルブレーキングだから。まだ G が残ってまたフルブレーキですか。じゃあもうブレーキですよね、このサーキットは。間違いなくブレーキだよね。そうですか。あとは車によって、今回これ FR のその中国で乗ってらっしゃる方のFR の乗り方とかっていうのはどうですか。FR はね、もう基本アクセル入れてデフ入れて曲げるっていう。なるほど。だからコーナーの立ち上がりではアクセルを開けて、じゃあ後ろのこうグリップ感っていうのが大事になってくる。もちろん。なるほど。もうだから FR もうここもどこのサーキットもそうだけど、頭が入るじゃん FR って。そうですね。頭入るから、そこから車とタイヤのグリップがなくなる時にアクセル入れてデフで曲げる。じゃあ逆に今度 FF の車はどうですか。FF の場合はもうその車の持ってるポテンシャルとタイヤの持ってるポテンシャルでターンインまで我慢するしかない。ターンインで我慢するような乗り方。あとはインテアールとか、イケナインのシビックタイプ R とか乗ってましたよね。イケナイン。あの辺の車だとね、そんな無意味なことを待つ必要がないんで。待たなくていいんですか。アクセルオフでタックインがスーッとケツが出るから。なんていうんです、そのコーナーで G が残ってるからこそ、そういう乗り方をした方がいいっていうことですか。ここのサーキット。ここはね、ここのサーキットはインテアールとか、EK9 とか、速いよ。そうですか。だからもう1コーナー入っていってブレーキングして、抜いたらスーッと2コーナーに向かうから、そしたらもうアクセルオン。じゃあ FF にはここのサーキットは合ってる。合ってるね。だそうです。中国の皆さん、 FF の乗ってらっしゃる皆さん、ここのサーキット合ってるそうです。車にもよるね。車にもよりますから、シビックタイプ R とかインテアールとか、ああいうそのドライバーが割と中級以上で、ドライバーもね、ドライバーの技術じゃないとオーバーステアが出て怖いなってみんな思うと思うよ。そうか。ケツが出てね、ちょっとやっぱり向きが変わっちゃうんで、ドライバーのレベルもある程度いるっていうことですね。そうだからそういう車の持ってる特性を生かせるドライバーだと、ここは速く走れる。なるほど。ということで、これは15秒だからね。そうでしたね。15秒ね。こんなさ、その2015年のさ古いタイヤでファイナルのノーマルで15秒ってそこそこ速いよ。じゃあ仮にこれ050とかタイヤね、いわゆるちょっと入れてハイグリップね、ハイグリップタイヤ入れたら、でファイナル入れて、1.5 から
2秒弱2秒ぐらい、2秒弱ぐらいは。タンタンが予想した16秒より早かったです。はい。はい。いや、よかったよ。よかったですね。ね、僕もこれですよ、このタイヤで。ね、15年前、8年前のタイヤ、嫌がらせかと思った。すいません。全然グリップしない。それで15秒台は立派なもんですよ。ありがとうございます。ね、ありがとうございます。また今度じゃあファイナルも変えて、タイヤももうそろそろ輸入もできるしね。そうですね。タイヤハイグリップ入れて、それで走ってみたいかな。またじゃあこの取材の時にまたぜひ。ちょっと足硬いね。ちょっと硬いですか。ポン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 跳ねちゃう。もうちょっとこう粘るような足の方が俺は好きだね。わかりました。次はその土屋さん好みのセットアップで持っていきたいと思います。はい。じゃあそういうことで今回終わるわけですけれども、はい。どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。どうですかこの チェンスーバンは。そうですね。もうこういう車の中国でのメディアっていうのがね、いろんな車も出てきて、いろんなこうやり方で、日本ではやらないような0100であったりとか、そういうのをテストをされてるでよく聞くんで、今後特に中国なんて車社会なんでね、こういう番組っていうのはどんどん盛り上がるんじゃないでしょうか。ああ、なるほどね。僕的にはね、このチェンスーバンは中国版ホットバージョンかななんて思ってるんですけどもね。そうですか。はい。そうですか。なかなか楽しい番組ですよ。楽しかったですか。はい。ということで皆さん、バイバイ。はい。